それはおめでとうございます。はい。あ、そうなんです。へえ、へえ。うん、コンテンツをそれうん、へえ、うん、そうですよね。うん。あ、それは良かった。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、いい。じゃ、早速質問の中身を。はい、はい、はい。まあ、もう40年も前の話。要はね、勧誘の仕方が、あの、支部の役員と同じだから簡単だよって言われて、先輩にね、自分の職場の先輩に言われて、まあ、入ったと。まあ、そこがうまく、まだまだ若い頃で24、5の頃ですから、もっと若いか。23ぐらいか。だから、もう、要は先輩に頼まれたんでやりましたという。で、そのままずーっとやっちゃったっていう、それだけの話。うん。いや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 。はい。残念ながら私、そういう意味で言うと、そういう言い方をするとね、霊的不干渉っていうらしいんですよ。そういうことに対するあれが全然なくて、残念ながらそういう不思議体験をできてない。うん。だから、うん、一度経験したいなと思うんだけど、まあ、この年になるまで全然そういうことを経験せずじまい。はい。はい。まあ、それぞれのところで、まあ、さっき言ったね、組合の役員、頼まれて、まあ、騙されたという言い方をしますけれども、それでやるようになった。あれ聞いちゃった。で、まあ、その時も結局長い目で見たら、いい実践経験になったし、で、大統領をやり始めた時や、まあ、それ以前もいろいろな武術をやり始めた時に、きっかけになった人には、今考えると、そういう機会を与えてもらったんで、まあ、いい経験をさせてもらったなっていうことで感謝してますね。聞こえてます。大丈夫ですよ。はい。うん。あらあら、ダウンしちゃった。声は伝わってますか？うん。はいはい。はい。はい。うん。はい。はい。うん。うん。あ、どうやったらいいか、コツみたいなもんですね、テクニックの。握手の場合は、ちょっと質問のところにも出てましたけど、中手骨をきちっと感じることができるかどうかです。相手のね。相手の人差し指の手のひらの中の骨を、ちゃんと自分の親指のところで感じれてるかどうかだけです。そうです。相手の中手骨を押してるのは親指の側面です。で、それ以降は、ある意味力技なんですよ、あの技術って。特殊に、つながるとかなんとかっていうことのレベルのハイレベルな
ことをやってるんではなくて、いわば力技でぐいっと押し込んでるだけなんですね。そうです。はい。形ね、僕が使ってる、自分の体のパーツが、白いところ、骨、靭帯、腱であれば、相手に響くんで、合気の術。で、自分の赤身、筋肉を使ってかけるのは柔術と。で、技術は一番最初に相手の中手骨に自分の親指の骨を当ててるから、そこで合気がかかるんです。そこの部分が合気。で、その後、力でぐいっと押し込むのは柔術。だから合気、ポチ、柔術なんですよ。あれはどちらかというと、合気柔術というふうに分類するのが正しいよ。はい。総覚は、あの、相手に合気の効果がかかりさえすれば全て合気と言ってました。だから、筋肉を使っても、人体や腱を使っても、効果としては合気はかかるんです。だから、その意味で言うと、あの、とても分かりにくいものになります。習う人もどれがどれやら分かんないと。で、大体の人たちはほとんどその形なんですね。で、我々の、あの、三大技法、大統領の三大技法というのは、3つに分けましょうと。で、それは、やる方の部位、パーツが赤身なのか白身なのかで分けましょうと。かける方で分類しましょうと。で、通常の場合は、かけられる方にどういう効果が発生しているかで、合気なのか柔術なのかを分けてる感じです。アプローチが違うんですよ。あれは河野先生の一緒に技術交換みたいなことをやって、それをいつものように撮影してっていう形です。だからいつものあの、見方の違いだろうと思うんですよ。アプローチの仕方が、技術的にはね、効果は同じだろうと思うんですが、どっち側から見るのかということなんだろうと思います。はい。昨日もちょっと、整体をやってらっしゃる方に、個人教授をしてたんですけれども、あの、要は、整体も合気と、非常に似てるところがあって、相手を触れて情報を得る。一方的にこちら側から直すんじゃなくて、いわば、触診、触れて情報を取って、そして判断を下すと。それに僕の技術を使うっていうことだったんですけどね。だから、そういう意味で言うと、あ、そういう風にも使えるんだねっていうのが、今までももう、結構たくさんのそういう生態関係や鍼灸関係の方と、あの、個人教授をしましたけれども、やっぱりそういうのを皆さん求めてらっしゃいますね。あの世界は、国家資格や、なんかを取っても、技術的には何にも得られないんですね。いわばちゃんと弟子入りをして、で、その先生から盗む、もう本当に内弟子制度みたいなもんです。それをやらないと、技術は取れない。で、僕のああいう YouTube なんかを見てて、あ、もしかしたらこれ役に立つんじゃないかなと思われることで、お願いしますと。で、まあ、大体、あ、そうか、そういうやり方できるんですねっていう、そういうものを持って帰られますから、河野先生との分においてもやっぱりそういうこと、僕の技術と本質的な部分は同じなんだけれども、僕は、どう使うかという
力をどう使うかと、エネルギーをどう使うかというところから判断してる。で、整体の方なんかは、触れることによって感覚として得る。そういうところが強いですね。だから河野先生の文を見ててもやっぱりそういう感じがしました。で、時間の合間合間に整体ちょこっとやってもらったりもしたんですけれども、そこのやっぱり整体としての、あの、入ってくるなっていうのは同じです。背骨やらなんやらいろいろ調整をしてもらったんですけど、はい。こういうのは僕はできないよねって、私は壊す方の専門なんで。はい。あ直すのは、私はやっぱり下手ですよ。ね。それはしょうがない。だいぶ違います。要は、普通のお医者さんでも、要は、あの、いろいろな機械やね、薬を使って、いろいろなデータを取るっていうのが今流行りになってますけど、昔は全部触診でしたからね。触れて、音を聞いて、で、診断を下すと。で、それが特化したのが生体とかそういう風の技術ですよね。昔はもう薬すらなかったわけですから、そういう時代には自分の、触れ感だけで診断を下さなきゃいけないんで、やっぱりそこがものすごく発達しますよね。だふあの、合気がかかった状態っていうのは、あの、お互いに情報を聞き取りやすいんですよ。だから、かけられるんですけどね。うん。その意味では、やっぱりいい交換でしたね。うん。いや、まだまだこれからですね。どっちかっていうと、多少有名になってきたのかなっていう感じですから、もしかしたらこれからもっと、話が来るのかもしれないですけれども、河野先生の分は、知り合いの知り合いがみたいな感じで、ね、アプローチしていただいたんで、まだ有名じゃないと思いますよ。いや、無名ではないけれども有名ではないっていうレベル。あの、そういうレベルだと思います。はい。あれはやっぱりでかいですよ。塩田先生で、あの、まあ、私どもの数も増えたし、あちらも数が増えたし、お互いにウィンウィンかなというふうに思いますけれども、やっぱり母数が違うとね、だから河野先生とのああいうやつも、それ見て、あわっという方が増えてくるのかもしれません。はい。やっぱり技術っていうのは、あの、なんていうのかな、見て覚えられるもんじゃないんで、そういう機会が今後増えてくるのかもなというふうには期待はしてますけどね。はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。ちょっと最初ね、つながらなかったりで、ちょっとバタバタしけども、わかりました。はい。こちらこそどうもありがとうございました。おやすみなさい。はい。